第1180話では、イムがエルバフに到着したその瞬間、彼は一切のためらいもなく空へと舞い上がり、一直線にルフィとロキの元へと飛来した。突如として現れた異様な気配に、周囲にいた巨人族の兵士たちは即座に反応し、武器を構えてイムの前に立ちはだかる。ここは通さぬ。そう叫びながら一斉に突撃する巨兵たち。しかし、イムはただ、静かに彼らを睨みつけただけだった。次の瞬間、空気が震えた。凄まじい覇王色の覇気が解き放たれ、見えぬ衝撃波のように周囲へと広がる。巨人族の兵士たちはその圧倒的な威圧に耐えきれず、次々と膝をつき、白目を向いて口から泡を吹きながらその場に崩れ落ちていった。その光景を見て、ヤルルがゆっくりと前に歩み出た。彼の目には怒りと覚悟が宿っている。貴様が世界政府の頂点に立つものか。低くうなるように言い放つと、さらに声を張り上げる。エルバフに手を出すな、さもなくば、その代償、貴様の命で支払わせるぞ。しかしイムは、その言葉に耳を貸すこともなく、無表情のまま一歩踏み出した。そして次の瞬間、鋭くまがまがしい悪魔の尾が伸び、ヤルルの胸を容赦なく貫いた。ヤルルの口から大量の血が噴き出し、その巨体が揺らぐ。それでも彼は倒れなかった。歯を食いしばり、なおもイムを睨みつける。たとえ、この命が尽きようとも、エルバフの戦士の魂は、決して折れぬ。我らの誇りは、永遠に。かすれた声でそう言い放つヤルルに対し、イムはわずかに冷たい笑みを浮かべた。ゆっくりと槍を持ち上げ、とどめを刺そうとする、その時。やめろ。鋭い叫び声が響き渡る。ゾロとゲルズが駆けつけてきたのだ。ゾロの手には、赤黒く鈍い光を放つソマーズの鋼の心臓が握られている。そしてゲルズは、真二つに切断されたソマーズの体を必死に抱え込んでいた。ゾロは鋭い視線でイムを睨みつける。ヤルルを離せ。さもなくば、この心臓を破壊する。その言葉に、ソマーズが恐怖に震えながら叫ぶ。やめろ、イム様、助けてくれ。それは俺のエネルギーコアだ。壊されたら、俺は死ぬ。だが、イムはゆっくりと口元を歪め、不気味に笑った。任務を果たせぬ神の騎士など、不要だ。冷酷な声が静かに響く。せめて、私の手で終わらせてやろう。そう言うと同時に、イムは片手をソマーズへとかざした。次の瞬間、深海契約が断ち切られる。ソマーズの絶叫とともに、ゾロの手の中にあった鋼の心臓が突如として亀裂を走らせ、粉々に砕け散った。凄まじい悲鳴。ソマーズの体は激しく痙攣し、内側から燃え上がるように黒い煙を吹き出し始める。肉体は急速に干からび、まるで生命そのものを吸い尽くされたかのように、やがて、ただの干からびた亡骸へと変わり果てた。ゾロとゲルズは、目の前で起きた出来事に言葉を失う。自分の部下を自分の手で、ゲルズが震える声でつぶやく。ゾロは歯を食いしばり、ゆっくりと刀に手をかけた。目の前にいるのは、人間ではない何かだった。イムは何事もなかったかのように、再びヤルルの元へと歩み寄る。地に倒れ、息も絶え絶えのヤルルを見下ろしながら、わずかに眉を潜めた。一人、失ったか。神の騎士が一人死んだことで、イムの肉体には確かな異変が生じていた。その体はわずかに揺らぎ、黒い影が不安定に揺れている。補填が必要だな、低くつぶやくと同時に、イムは手をヤルルへとかざした。次の瞬間、ヤルルの体から、淡く白い煙のようなものが立ち上る。それは命そのものだった。煙はゆっくりと、しかし確実にイムの体へと吸い込まれていく。やめろ、ゲルズが叫ぶ。ゾロも歯を食いしばり、即座に地面を蹴った。二人は同時にイムへと突っ込む。だが、遅い。イムの背後から黒い雲が幾重にも湧き上がった。それらは意志を持つかのように高速でうねり、一直線にゾロとゲルズへと襲いかかる。ドン。凄まじい衝撃とともに、二人の体は空中へと弾き飛ばされた。地面を転がり、岩を砕きながら、
遠くまで叩きつけられる。二人とも深いダメージを負い、すぐには立ち上がれない。その間にも、ヤルルの命は削られていく。視界が霞む中、ヤルルは最後の力を振り絞った。ヤルルは、かすかに残った力を振り絞り、ゲルズへと視線を向けた。ゲルズ、震える声で最後の言葉を紡ぐ。私が死んだ後は、エルバフの民に伝えてくれ。一瞬、呼吸が途切れる。それでも彼は、微笑みを浮かべた。彼らを、心から愛している、と。その言葉を最後に、ヤルルの体から放たれていた命の煙は完全に消え去り、残されたのは、ただの乾いた骨だけだった。ゲルズの目から大粒の涙が溢れ出す。ヤルル様。悲痛な叫びが戦場に響き渡る。その時、何が起きてるんだ。ルフィ、ロキ、そしてハイルディン、ブロギー、ドリーたちが駆けつけてきた。彼らの視界に飛び込んできたのは、かつて誇り高き戦士であったヤルルが、無残にも骨と化した姿だった。ハイルディンの顔が凍りつく、ブロギーとドリーもまた、言葉を失い、その場に立ち尽くす。やがて、ハイルディンの表情が怒りに歪んだ。貴様、地を揺らすほどの怒号。ハイルディンはイムを指さし、全身を震わせながら叫ぶ。必ず、貴様を殺す。ヤルル様の仇は、この俺が撃つ。叫び終えたその瞬間、ハイルディンは拳を握りしめ、怒りのままに前へと突進した。全員で行くぞ。その声に応えるように、ルフィたちも同時に動き出す。先陣を切ったのはルフィ。腕を大きく膨らませ、巨人すら凌駕するほどの巨大な拳を作り出す。ゴムゴムの白い雷回転弾、ホワイトサンダースピン。回転しながら雷のような勢いで放たれる一撃。空気を裂き、一直線にイムへと叩き込まれる。同時にロキが口内にエネルギーを凝縮する。光が一点に集まり、灼熱の輝きを放つ。光線、滅海霊、轟音とともに、極太のレーザーがイムへ向かって放たれた。さらにハイルディンも地を蹴り、その巨腕にすべての力を込める。これが、エルバフの意志だ。グングニル。ハイルディンの全身全霊の拳、神槍の名を冠した一撃が、すべてを貫く勢いで突き進む。そして、ブロギーとドリーが並び立ち、呼吸を合わせる。行くぞドリー。任せろブロギー。二人は同時に武器を振り抜いた。破国は国。二人の放った斬撃が衝撃波となり、巨大な圧縮された気流の束となってイムへと襲いかかる。四方から放たれる圧倒的な猛攻。だが、イムは動かない。くだらぬ。その一言とともに、黒い煙が足元から湧き上がる。煙は渦を巻きながらイムの全身を包み込み、瞬く間に膨張していく。やがてそれは、巨大な漆黒の球体へと変貌した。ドン、ルフィの拳、ロキの光線、ハイルディンの一撃、破国の衝撃波。すべてが同時に球体へと直撃する。しかし、聞いてねえ。ルフィが歯を食いしばる。黒い球体には、傷一つついていなかった。衝撃も、熱も、覇気すらも、すべてが吸収され、完全に無効化されている。次の瞬間、球体が不気味に膨張した。そして、爆発。球体は内側からはぜ、凄まじいエネルギーの波動となって周囲へ解き放たれた。ぐわー。ルフィ、ロキ、ハイルディン、ブロギー、ドリー、5人は一斉に吹き飛ばされる、大地に叩きつけられ、岩盤を砕きながら転がる。その衝撃はあまりにも強く、全員が深いダメージを負って動けない。土煙がゆっくりと晴れていく。その中で、ただ一人、空中に佇む影、イム。傷一つないその姿で、静かに彼らを見下ろしている。そして、冷酷に告げた。世界の秩序の前では、すべてが無力だ。わずかに口元が歪む。貴様らの力など、混沌に過ぎぬ。この世界は、選ばれし者によってのみ支配されるべきものだ。その声は、絶対的な支配を象徴するかのように、戦場全体へと重く響き渡った。その時、
イムはゆっくりと視線を落とし、地面に倒れ動かないルフィとロキを見下ろした。その瞳には、わずかな感情すら宿っていない。ニカ、そしてニーズホック。ここで終わりだ。冷たく言い放つと、イムは片手を天へと掲げた。空がざわめく、黒雲が渦を巻き、まるで天そのものが裂けるかのように開いていく。その中心から、巨大な槍、いや、神の矛、撃とも呼ぶべき武器が姿を現した、天を覆うほどの大きさ。圧倒的な質量と殺意をまとい、それは一直線に、ルフィとロキへと落下する。大気を引き裂きながら、死の一撃が迫る。動けないルフィとロキの目に、その影が映る。あと一瞬で、貫かれる、その瞬間。やめろ、轟く叫び。突如として、三つの巨影が割り込んだ、ハイルディン、ブロギー、ドリー。三人が並び立ち、その身を盾にするようにルフィとロキの前へと飛び出したのだ。何やってんだお前ら。やめろ。ルフィとロキが同時に叫ぶ。しかし、もう遅かった。三人は横一列に並び、傷だらけの体で巨大な槍を真正面から受け止める。ズン。巨大な矛がハイルディン、ブロギー、ドリーの体を貫いた鮮血が噴き出し、大地を赤く染める。それでも三人は、崩れない、その巨体で、必死に矛を受け止めていた。腕が震え、骨がきしむ音が響く。血は止まることなく流れ落ちる。それでも、一歩も退かない。やがて、ハイルディンが後ろを振り返る。その顔には、苦しみの中にも優しさがあった。ロキ、かすれた声で、弟の名を呼ぶ。すまなかった。お前を疑い、長い間、苦しめ。血を吐きながらも、言葉を紡ぐ。俺は、兄として、失格だった。だから、せめて、この命で償わせてくれ。ハイルディンは視線をしっかりとロキへ向ける。父の仇は、お前が撃て。エルバフを、頼んだぞ。兄さん、やめてくれ。ロキの目から涙があふれ、声が震える。一方、ブロギーとドリーもまた、最後の時を迎えていた。ブロギーがルフィへ視線を向ける。麦わらのルフィ。俺たちは、お前にかける。ドリーも笑みを浮かべる。巨人族の誇り、未来、すべてをな。そしてドリーは、ゆっくりとブロギーの方を見る。なあ、ブロギー。最後まで一緒だったな。ブロギーは、力なく笑った。当たり前だ、相棒だろうが。地獄でも、また酒を酌み交わそうぜ。母、いいな、それは。二人は静かに笑い合う。その笑顔は、どこまでも晴れやかだった。そして、限界が訪れる。ハイルディンの膝が崩れ、続いてブロギー、ドリーの体もゆっくりと傾いた。巨大な槍が、ついに三人を貫き切る。どさり、と重い音、三人の巨体が地に倒れる。その顔には、最後まで、誇り高き笑みが浮かんでいた。ブロギーとドリーの最後、その光景は、ルフィの心に深く突き刺さっていた。なんでだよ。震える声が、かすかに漏れる。なんで、こんな、拳を強く握りしめる、血が滲むほどに力を込めながら、ゆっくりと立ち上がる。二人は仲間だった。命を懸けて、自分を救ってくれた友だった。その友が、目の前で殺された。怒りが、限界を超える。ドクン。心臓が大きく脈打つ。その瞬間、ルフィの体から白い蒸気が吹き出した。うおーおーおー。叫びとともに、覇気が暴走する。白い煙はこれまでとは比べ物にならないほど濃く、荒々しく渦を巻き、まるで石を持つかのように空へと登っていく。その中に、稲妻のような黒い覇王色が混じり始める。ルフィの髪はさらに白く輝き、揺らめく炎のように形を変えていく。瞳は深く光り、その奥には笑いではなく、静かな怒りが宿っていた。ゴゴゴゴゴ。地面が震え、空気が歪む。これまでの自由の力に加え、怒りそのものが、ニカの力をさらに高みへと引き上げていく。守るって決めたんだ。低く、だが確かな声。もう、誰も死なせねえ。
その瞬間、ルフィの背後に巨大な白き人影、まるで太陽の神そのもののようなシルエットが一瞬浮かび上がった。覚醒。ニカの力が新たな段階へと踏み込む。一方、ロキもまた、ゆっくりと立ち上がっていた。その瞳には、激しい憎しみと悲しみが渦巻いている。父上、兄上、拳を震わせながら空を見上げる。必ず、仇を討つ。次の瞬間、ロキの背後に巨大な黒気流の影が現れる。ニーズホック。だが、その姿が変わり始めていた。黒い鱗が次第にひび割れ、内側から黄金の光が溢れ出す。バキ、バキバキ。音を立てて黒き外殻が砕け散る。その中から現れたのは黄金に輝く竜。全身が神々しい光を放ち、鱗一枚一枚がまるで太陽のかけらのように輝いている。その瞳は真紅に染まり、圧倒的な威圧感を放っていた。グオー。ニーズホックの真の覚醒。戦場の空気が一変する。二つの異質な覇気がぶつかり合い、空間そのものがきしむ。そして、その光景を見ていたイムは、わずかに目を細めた。そして、わずかに口元を歪める。なるほど。低く、興味を含んだ声。ニカ、そしてニーズホック。ついに、覚醒したか。